皆様ごきげんよう、宮豆さのです。本日は普段とは打って変わりまして、ロボットものを 3D プリンターで造形してみました。ロボットのモデリングは個人的には専門外ではありますが、今回は一部で AI も使いながら効率的にデザインを行ってみました。光の速さで自作フィギュアを作ったというわけですね。今回モチーフとしたのは動画コラボをさせていただきましたギガバイトの公式キャラクターであるオーラスロボットになります。まさしくギガバイトの PC パーツのブランド名であるオーラスシリーズの看板キャラクターというわけですね。大変光栄でございます。ということで早速 3D プリントをしてオーラスロボットをこの世界に召喚して参りましょう。とりあえず企画の全容を最初に説明しておきます。かれこれ去年の夏頃というね、だいぶ前の話になってしまいましたが、いろいろとよしみがありまして、なんとギガバイト様から RTX 5090という超高性能なグラフィックカードの提供を受けることができました。うちのメインチャンネルの PC はもう稼働6年以上が経過しておりまして、あまりにも不調な期間が長くなっておりましたので、本当に助かりましたね。この機会に一気にパソコンを新調してしまいました。こちらの人呼んで軍艦 PC は以前の動画で詳しく紹介しておりますので、よろしくお願いいたします。こちらの RTX 5090は白くてめちゃめちゃかっこいいですね。また、様々なタイプの仕様が用意されております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ご覧いただければと思います。大変貴重なパーツをいただきましたので、こちらとしてもしっかりとしたお礼をしなければいけないというわけですね。光造形の 3D プリンターがあれば自分で想像したものが作れるなわけがないだろうというのが光造形 3D プリンターのお決まりのセリフではありましたが、最近は AI によって写真から CG モデルを生成することもできるという時代になってきております。ということで AI でオーラスロボットの画像から三面図を生成してみました。この三面図から CG モデルを全自動で生成するというわけですね。結果はこんな感じ。あくまでも去年の秋頃の状態ではありますが、生成されるモデルはまだまだ荒が多い。光造形 3D プリンターの用途では、ゴミって感じですかね。AI でのモデル生成ができないとならば、いつものように作業をしなければいけません。ただ今回は一からモデリングをしなければいけませんので、適切な三面図が欲しいところ、そこで今回は CG モデル生成に使った AI 生成の三面図をある程度参考にしながらモデルの制作を行ってみました。普通の画像から三面図を生成することができるというのは、ここは AI の強みが出たかなというふうに思いますね。ただ結局 99% の作業はね、人力になりますね。これは仕方がありません。これ別にいいかな。ポージングいらないかもな、これ。はい、モデリングがある程度できましたので、ポージングをね、していきたいと思います。ポーズをとってね、かっこいい感じにね、してあげていきましょう。ボデーね。これは、ボデーあんでしょ、これね。ボデー。これはあんまり動かさなくても良いかもね。もう忘れちゃったよ。こういうキャラクターのセットアップっていうかリギング忘れちゃったよ。これ置いといて。Parents。こことね、こことここをやります。はい。Parents, awareness, right? This is the pen and versions. はい。いいですね。いいですね、いいですね。いいと思いますよ。これさ、一旦こっち消します。これいいよ。で、やっていけばこれで。ほら。なんか出てる。マジか。何これ。皆さんね、これ。グループ化に失敗して小さなパーツが残りましたけれども、特に問題はありません。なんだっけ忘れたよ、もう忘れちゃったよ。なんだっけもう全然思い出せない。何しそうなんだっけIK だ、IK。IK ですよ。IK ってやつあったな。そういえば。そんなもんありましたね、皆さんね。ここではロボットに重心を設定して足のポーズをうまくつけていきたいと思いますので IK を設定していきます。インバースキネマティクスですね。ちょっと待って。ちょっとね、形が崩れましたね。これはもう一回やり直します。いや、待って、違う、バカ。一旦ね、コンストレインでね。めっちゃ内股めっちゃオカマ感がある。どうしよう、これ。めっちゃ内股だな。うわー、これ待って、超久違うな。違う、何が違う。どうしよう。
なんだっけな。なんかグループかなんかすればいいんだっけ。グループか何かをすればいいんですよね。確か。これでグループ化しちゃえば、内径ハンドルでやっていけばいけるんじゃないかなと。めっちゃかまないめちゃめちゃ乙女じゃん、お前。いやみたいな。乙女なね、オーラスロボができてしまいましたけども、これはこれでいいんじゃないかなというふうにね、思います。この内股問題はね、膝にロケーターを仕込んでいければいいんですけれども、そこまで、こだわってやらなくてもいいかなと思います。これでいいかなこれいいな。はい、いろいろと遊んじゃいましたけども、結局完成したのがこのようなポーズになっております。どうでしょうかね。可動域はね、かなり狭めですけれどもね。デザインのアレンジは、それなりにうまくいったのではないかなと思います。とりあえず、現状でテストプリントを行っていきました。はい、こちらはですね、第1作目のオーラスロボ廃棄処分バージョンですね。私も廃棄処分バージョン作りたいと思っていたので、これは想定の範囲内になります。はい、2回目のプリントでおおむね成功したように見えますね。こちらをサポート材を除去していきまして、内容を確認していきましょう。途中で腕がもげました。腕もげバージョンもね、作りたかったんですよね、ちょうどね。それでは、ここからが本番ですね。今回は全長20センチ超えの大型モデルですので、ある程度パーツごとに分割してプリントを行っていきます。結構怖いのがレジンの消費量。レジンは割と高価な素材ですので、失敗はできれば避けたいところです。失敗したとしても消費量が抑えられてくれるとありがたい。今サポート材取り付けました。結果はですね、これ結構無理やりなんで、これでできるかどうかだね。1回プリントするのに400、1回プリントするのに 420g ですので、2000円。1回のプリントで2000円くらいはね、飛ぶ計算になりますので、大丈夫ではないですね。使用するレイプリンターはソニックメガ 8K になります。使用レジンは今回ですね、クリアパーツの部分を生成したかったので、一旦ね、クリアレジンで造形を行っていきました。結果はですね、散々な感じとなっております。クリアレジンは必要な録音時間が長いですので、今回のスケジュール的に考えると、クリアレジンでの作業は厳しいかなという感じがいたしますね。通常のレジンに切り替えた方が良さそうです。できてるっぽい感じがしますね。よいしょ。こちらが通常のレジンでの造形結果になります。パッと見た感じかなりいい感じにできていそうな感じがしますね。メガ 8K のプラットフォームはね、大変重たいですので、できれば両手で持つようにしてください。片手だと危ないです。よいしょ。だいぶ疲れておりますけれども、ここからは引き剥がす作業になりますね。相当でかいですので、引き剥がすのには結構時間がかかりますけれども、フローズンの純正レジンはね、やっぱり同じメーカーですので、メガ 8K との相性はかなりいいですね。割とすんなりと引き剥がすことに成功しました。ありがとうございます。はい、引き剥がしましたら洗浄液にね、つけていきまして、これ何段階かね、つけていきながらね、洗浄していきます。現在の環境としては SK 洗浄液を2つ用意して、あと1つの容器には水が入っております。レジンがほぼほぼ取れましたら、あとはね、水道の水で洗うような感じになりますね。やべ、落としちゃったんだ。くしゃみのせいではありませんが、パーツを落としてしまいました。胴体部分のパーツですけども、当然破損しておりますので、これはプリントのし直しになりますね。1回でね、プリントを完結させることは困難ですよね。もう一回プリントいたしまして、これで全ての造形物が揃いました。ありがとうございます。大苦戦することがなくてよかったですね。世界一わかりやすいおまんじゅうとの大きさの比較はこのような形になっております。こう見るとね、表面の処理は時間かかりそうですね。はい、では作りましょうかね。サポート材の除去につきましては、3D プリントを行った直後にやってしまうのが一番ね、楽ではありますけれども、今回はロボットで結構ね、細かいパーツが多いですので、超音波カッターを使って丁寧に作業していくことにしました。
すべてのサポート材の除去が終わりましたら二次降下をしていきます。30分間かけてじっくりと煮込んでいきます。ここからはパーツの表面の処理を行っていきます。相当頑張ってこれは超音波カッターの部分にね、ヤスリを仕込みまして、削っているんですけれども、結局翼についてはサポート材の数が少なくなるように位置の調整を行って造形し直すことにしました。3D プリンターでの表面処理はどう頑張っても完璧に綺麗にすることは難しいですので、モールドが消えてしまいますので、造形物の最初の位置調整が重要なんですよね。ヤスリがけも結局は手でやった方が早いことも多々あります。最初から最後まで人の手になってしまいました。AI はこういう地味な作業をしてくれないんですよね。ほんとあいつら使えねえよな。あとは塗装になりますね。エアブラシって毎回掃除するのを忘れて毎回ガビガビになってしまうんですよね。すぐに掃除をするという習慣が全くつきません。どうすればいいんだろうね。こびりついた塗料を落として1日が終わってしまいます。はい、一通り塗装が終わりましたらエナメル塗料を使ってウェザリングなどをしていきました。ちょっとね、汚しすぎましたね。オレンジ色の部分はガンダムマーカーの塗料を使って筆で塗っていきました。はい、制作としては以上となります。それではオーラスロボットの完成品をご覧ください。個人的に少しアレンジを加えつつ、オーラスロボットの大型模型をフルスクラッチで今回は制作してみました。こちらのオーラスロボットのデータはもしかしたらどこかで公開されるかもしれません。詳細が決まりましたら後日、コメント欄や概要欄で追加しておきますのでよろしくお願いいたします。ギガバイト製品は私も長いこと愛用させていただいておりまして、マザーボードはね、特に長い寿命で壊れたことがないレベルです。いただいた RTX5090 はデザイン的にも最高で、しかも動作もすこぶる好調ですね。皆さんも PC 自作をするならば、ぜひね、ギガバイト社製品を何卒よろしくお願いいたします。と言いたいところではありますけども、最近自作 PC パーツが異様に高騰しておりまして、もうちょっとね、全体的に昔の水準の価格に戻ってくれることをね、祈っております。はい。このままだとね、次の PC 買うことができなくなってしまうみたいな怖さがありますけれどもね、大丈夫ということを信じまして、今回の動画はお開きにしたいと思います。これからもこのチャンネルでは様々なものを 3D プリントで作っていこうと思っておりますね。こういった分野に興味がございますか、我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せねせねせねら、バイバーイ。